よかった。ご来場の皆様、本日は多忙の中お越しいただきましてありがとうございます。それでは時間になりましたので、これからタトゥー裁判第1回公判記者会見および事実報告会を開催したいと思います。本日の進行は私、弁護団の白身が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは早速中身の方へ入りたいと思います。まずは今回の事件の当事者であるタトゥーアーティストの増田大樹さんに初公判を終えてのお気持ちなどコメントとご挨拶をいただきたいと思います。それでは増田さん、よろしくお願いします。本日は、足元が悪い中お集まりいただきありがとうございます。大法廷ということを迎えて本当に緊張していましたが、自分の言いたい主張も伝えれたのかなと思っています。裁判も始まり、今後は気を引き締めていきながらやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。増田さん、ありがとうございました。続きまして、弁護団団長である三上武史弁護士からコメントをいただくとともに、改めて今回の裁判の争点の紹介、今後の公判日程の案内をしていただきたいと思います。それでは三上弁護士、よろしくお願いします。弁護士の三上です。本日はありがとうございます。弁護団としては、この裁判の意義は、堀氏の方と日本のタトゥー入れ墨の存亡がかかった裁判であると思っています。我々が調べた限り、医師免許を持ちながら医師免許を持ちながら堀氏をされている方っていうのはいらっしゃいません。ですからこの裁判で医師免許が必要だということになると、日本全国の堀氏の方が失業して、日本の中では合法的にタトゥーを彫れないということになります。ですから、この裁判でもし医師免許が必要だということになれば、日本の入れ墨文化は滅びてしまうのではないかと、そういう危機感を持って、訴訟に臨んでいます。この裁判では、タトゥーを彫ることが医業に当たるのかということが問題となります。この医業の解釈が問題となって、解釈次第で医師免許がいるのかいらないのかということになりますが、この一言の解釈によって日本の全国のですね、タトゥー関係者、タトゥーの彫り師さん全員が根こそぎ自分たちの職業を奪われてしまうということは、いまだそんな裁判というのは前例がないんではないかと思っています。逆に言えば、それほど重要なことがその法律の文言一つによって決められてしまっていいのか、そんな解釈一つで決められてしまっていいのか、ちゃんと法律に医師免許がいるんだったらせめてタトゥーを彫るには医師免許がいると明確に定めないといけないのではないかというふうにも考えているので、そういう法律の在り方も、しっかり問うていかなければならない裁判だと考えています。で今日は、ちょっと抽選になりまして、傍聴をされてない方もいらっしゃるので、弁護団の主張というのを、軽くご説明させていただこうと思っています。まず裁判の概要です。今回、増田大樹さんが、争うことになった略式命令とはどういうものかということをまずご説明します。まず、処罰の条文は医師法第17条です。医師でなければ医業をなしてはならないというふうに書かれています。罰則は3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはこれを併科すると書かれています。増田大樹さんは、この略式命令によって罰金30万円の、命令が出されました。これに対してこれを不服だということで正式裁判を申し立て、今回の裁判に至っています。この裁判のポイントを簡単に最初にご説明します。
まずポイントの1つ目は、医師以外はタトゥーを彫ってはならないとする法律はありません。明確にタトゥーを彫るには医師免許が必要だと書いた法律はありません。これが一番のポイントです。では処罰根拠は何かというと、先ほどから申し上げている通り、医師法17条、医師でなければ医業をなしてはならないという条文、医業ということにタトゥーが当たるんだということを言われる検察官は主張します。そして医業というのは医行為を業として行うことということになっていますので、最終的な争点は医行為、この医行為の中にタトゥーを彫る行為が含まれるのかどうかというのが一番の争点です。検察官の主張から見ていきます。検察官はこの医行為というのが医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為という定義をしています。要するに医師が行わないと危ないという行為が医行為だというふうに言っています。そしてこれをタトゥーに当てはめると、針を刺して、血が出るじゃないか、そしてそれから炎症や感染症の危険がある、そこですから保健衛生上の危害を生ずる恐れがあるので医行為に当たる。これが検察官の主張の概要です。これに対して弁護団の主張とはどういうことかというと、まず医行為の意義が争いがあります。医行為とは医療及び保健指導に関する行為で医師が行うのでなければ保健衛生上の危害を生ずる恐れのある行為ということです。検察官の主張と何が違うのかというと、検察官の主張は丸いの部分だけです。弁護団は医療及び保健指導に関する行為の中にという縛りがないとダメなんじゃないかと、医行為の中にというのが我々の主張です。それはどうしてかというと、まず医師法1条です。医師法1条には、医師は医療及び保健指導を司ることによって国民の健康的な生活を確保するというふうに規定されています。ということは、医療及び保健指導とは関係のない行為まで医師がすることは予定されていないのではないか。たとえ医師が行わなければ危ないというような保健衛生上の危害を生ずるようなことがあっても、医療及び保健指導以外の行為は医師がすることは予定されていないんじゃないかということです。そこで、例えば理容師法などは、カミソリで顔を剃る際にですね、血が出るようなこともありますが、それは医療及び保健指導とは関係がないので、お医者さんじゃなくてもできますと、理容師の、独自の資格さえ取ればできますということになっていますので、これと同じように考えるべきではないかというのが我々の主張です。そしてもう一つの理由は何よりすごく簡単なことで、医行為というふうに言われているので、お医者さんの医ですから、これどの辞書を引いても病気や怪我を治療したり予防したりすることというようなことが書かれています。だから病気や怪我を治療予防というのが普通の言葉から出てくる解釈でなければおかしい、普通の言葉ではないような広い解釈をですね取ることは広すぎて、良くないんではないかというのが我々の主張です。ただ、例えばすみません、それで、医行為だから、の要件を満たさないのでタトゥーを彫る行為は医療および保健指導に関する行為じゃないからタトゥーを彫る行為は医行為ではないというのが1つ目の主張で、2つ目の主張として検察官の定義、このの部分ですね、医療および保健指導に関する行為がないとしてもそんなに危なくないよということで医行為に当たらないんじゃないかというのがもう一つの我々の主張、検察官の言う医行為というのは医師が行うのでなければ危ない行為だということですが、タトゥーを彫る行為はちゃんとルールを守れば健康被害は生じないと、考えられています。外国ではちゃんとしたガイドラインがあってそれに従って施術されれば安全だということでいちいち医師免許を要求しているような国はありません。ですから日本もこういうガイドラインなどを定めてちゃんとそれを守るようにすればいいのではないか、むしろ守れば安全じゃないかということで医師にしかできないほど危険な行為じゃない。だから検察官が例えば検察官の定義であっても、医
医師にしかできないほど危険な行為じゃないので、異行為じゃないというのがもう一つの我々の主張です。そして、異行為の意義以外にも我々は主張しています。2つ目として、罪刑法定主義というのに違反するという主張です。罪刑法定主義というのは、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の内容を明確に法律などで規定しておかなければならないという原則です。で、1つ目として、法律には規定されていないじゃないか。先ほども申し上げたように、成人に対してタトゥーを彫る行為を禁止する法律はありません。そして異行為ということにタトゥーを彫る行為は含まれていない。だから法律に規定がないじゃないかと。こんな行為を罰するのは罪刑法定主義に違反しているというのが我々の主張です。また、タトゥーを彫る行為を異行為だと言ってしまうことは明確じゃないじゃないか、法律の規定がということです。で、法律が明確かどうかというのは一般人の理解を基準として判断されます。そしたら一般人の理解としては、辞書を引いたらですね、異行為の異っていうのは、怪我や病気を治療したり予防したりすることと書いてあるので、誰もそれを読んでタトゥーはそういう異行為、医療だとは誰も思わないはずなので、一般人の理解を超えている。タトゥーを異行為とすることは一般人は理解できないじゃないかと。だからそんなことを、異行為の中に含めるのは明確じゃない。法律の規定として明確じゃないので罪刑や法定主義に違反するというのが我々の2つ目の主張。そして3つ目の主張として、憲法上の権利を侵害しているではないかという主張をしています。憲法上の権利というのは3つあります。まず彫師の表現の自由、彫師の職業選択の自由、そしてタトゥーを自分の体に入れたい人の自己決定権、これらが憲法で、表現、ここに書いてあるように規定されて、保障されている。そしてこれらの権利を侵害、制限するのは必要最小限でなければならないんだけども、彫師に医師免許を要求することは過剰すぎるじゃないかと。タトゥーを彫るには医師レベルの幅広くて高度に専門的な知識はいらない。裁判でも医師試験の問題の内容とかをご覧いただきましたが、タトゥーとは全く関係ない、例えば、緊急の救命医療だとか脳外科だとか、消化器科だとか小児科だとか、そういうことがたくさん含まれているので、そんなのタトゥーの本には絶対関係ないので、それは過剰すぎないかということです。ですからその必要最小限の範囲を超えて自由を侵害しているというべきだという主張です。そして最後の主張4つ目は違法性がないということです。増田さんは衛生管理に十分配慮していて、顧客から何らかのそういう健康被害になったというの苦情を受けたことはありません。そしてタトゥーを彫ることは社会的に見ても、この現行の医師法ができたのが昭和23年ですが、それよりも前から医師免許を持たない彫師さんがタトゥーをずっとやってきました。その状況の中でタトゥーのコンベンションがあったり、タトゥーの雑誌が刊行されたり、医師免許を持たない彫師の方が外国人記者クラブで実演までされています。で、彫師という名前で確定申告をすることもできます。増田さんは実際に確定申告をしていました、彫師という名前で。で、医療法人でなくても会社登記もできます。普通に、今日裁判で出したのは有限会社ですが、有限会社として、タトゥーを彫るという、業務目的で、登記ができます。だから結局今まで医師免許のない彫師によるタトゥーの施術は社会的に受け入れられてきたではないかと。で、本件でも顧客から全然被害に遭ったというような苦情もないじゃないかということで、違法性もないんだという主張をしています。で、弁護団の主張のまとめとして、そのお客さんとして彫られたい人たちは本当に医師に彫ってもらうことを望んでいるのか、安全であればいいんかという話で、別に画力もないしセンスもないというお医者さんがですね、彫ればいいかという問題なのかということ
で彫師に必要なのはそのお医者さんのレベルの高度な専門的な知識なのか、本当は彫師に求められるのは画力とかセンスとか技術とか、そういうものと、あとお客さんとの思いを共有して一つの作品を作り上げるっていう、そういう能力なんじゃないか、お医者さんみたいに命を助けるとか、そんな能力ではないんじゃないかというのが我々の主張です。で、衛生管理というのはそのガイドラインに従って適切に行えば、保てるものです。外国の例も先ほど挙げましたが、そういうものなので、利用者さんもそうです。今日法廷で利用者さんの試験問題を見ていただきましたが、ちゃんとそういう衛生管理に関する試験もあります。でもその業務に基づいて、業務のための最低限の衛生管理になっています。だから堀市さんにもそういう衛生管理についてはそのちゃんとガイドラインに従って競うべきはその自分たちの画力だとかセンスだとか、そういうところであるべきなんじゃないかというのが我々の主張だから、タトゥーは医師が彫るものではなくて彫師の方が彫るものだというのが我々の主張です。で、国会では今どういう議論が行われているのかということですが、去年の3月9日に初鹿議員と塩崎厚生労働大臣が、衆議院の厚生労働委員会でお話をされています。初鹿議員は、ベッカムが来たら温泉入るなって言うんですかと言ったり、鍼灸師や柔道整復師のように独自に法整備をすべきではないですか。鍼灸師の方も針を使ったりしますし、柔道整復師の方も体を触るので医療類似行為だと言われているけども、別にお医者さんでなくていい、独自の規定があってその資格を取れば、業務をすることができる、そういうふうに、法師の方も、法整備をすべきではないかという意見を述べられております。これに対して塩崎厚生労働大臣はまず、医師法の解釈として、タトゥーを彫る行為は感染症などの問題があって医師法違反との考え方もあり得るというレベル、医師法違反ですとは言い切らないんです。あり得るというレベルの回答しかされていません。で、入れ墨には文化的側面もあるので、どういうニーズがあるのかを把握して、どういう制度でいくべきなのかというのは、議論を深める必要があるんだというふうに答弁をされていました。なので国会では今後、タトゥーに関する、勉強会が開かれてですね、今後どういう法整備を行っていくのがふさわしいのかというのが、議論されていく予定であるということです。で、最後に後半のスケジュールですが、今後は大阪地裁の704号法廷で行われます。5月23日には山本芳美先生、文化人類学の先生に来ていただいて、タトゥーの歴史とか文化についてお話をしていただきます。5月30日は辰井聡子先生で刑法の観点から見て、この、違行為にタトゥーが当たるのか、違行為の解釈についてお話をいただきます。で、5月31日はここにいらっしゃる高山花子先生に、同じく違行為の意義について、それが、タトゥーを彫る行為が含まれるのかということをお話しいただきます。6月2日は山田正夫さん、日本姿勢衛生協会といって、タトゥーの彫師の方のための衛生管理マニュアルというのを作成されて、配布しています。増田さんもこれに従って衛生管理をされていた。それがどういうふうに、作られたのかというのをお話しいただきます。6月5日は小野智道先生、お医者さんです。お医者さんの観点から見て、どんな、タトゥーを彫る行為にはどんな、保健衛生上の危険があるのかというのをお話しいただきます。で、6月9日は、今回の、お客さん2名の方にお越しいただいて、どういう思いでタトゥーを入れたのかということをお話しいただく。そして最後に、その日の午後は増田大樹さんに、今回の件についてお話しいただくというスケジュールになっています。よろしくお願いします。私は高山でございます。私は5月31日に証人として出廷することになっております。前日の5月30日に、証人になります辰井聡子教授は、
私と長年共同研究をやっている教授なんですけれども、維持法のご専門の先生で、政府の総合科学技術イノベーション会議の委員をやっているという、行政的にも非常に高い、地位でもってその医療政策などに携わるお仕事をされている方であります。で、私はどちらかというとその維持法中心というよりは憲法などを含めた観点を重視していきたいと思っております。今日あいにく最初からは傍聴できなかったんですけれども、途中から参加させていただきました。最初検察官の証拠の説明のところで危険だというふうに危険性を強調するような話がずっと続いていて、皆さんの不安感を煽ったのではないかと思います。しかし皆さん、危険な行為っていうのは世の中に山ほどあるわけですよね。そこら中にあります。例えば学校で行われている体育や生活科、理科の実験といったような授業だって生傷が絶えないじゃないですか。危険な行為は世の中にいっぱいあるのであって、今問題となっているのは医師法違反が成立するかどうかという観点であるわけですから、単にその危険だと言ってですね、危険性はゼロじゃないのかもしれませんけれども、それだけで処罰できるという法律はありません。対して弁護側の方々の説明の中では、皆さん日本の入れ墨の文化というのが国際的にも非常に高く評価されている。アメリカやフランスで国を代表するような博物館、美術館で日本の入れ墨タトゥーが取り上げられていて、非常に価値が高いものとして評価されていることがよく分かったのではないかと思います。私が特に注目しているのは、今日話に出てきましたその軽犯罪法の日本の時のお話です。実は、今回増田さんが訴追されている理由の罪名というのは無免許医療罪なんですね。無免許医療罪で堀市さんが訴追されているんです。で、この犯罪類型自体は戦前からずっとあるものなんですよね、当然のことながら。しかしこの入れ墨についてはそれと全く関係のないものとして考えられていたわけです。で、警察犯処罰令という戦時までの法律の中で入れ墨の禁止規定、処罰規定が実はあったんですね。そして1948年にこれが廃止されています。それがその軽犯罪法の制定にあたっての廃止ということで、今日もご紹介ありましたけれども、国会で議論して入れ墨の処罰はやめました。これ国会で決定したわけです。そしてそれが今の状態であります。そしてその無資格の医療の処罰は前からあったわけでして、それが全然問題になってないということは、誰も入れ墨が医師法違反であるというふうに考えていなかったことを示しています。で、現在はいくつかの都道府県の条例で未成年者などに対する入れ墨が部分的に処罰の対象になっていますけれども、これも大人に対して入れ墨を施すことは犯罪ではないという前提なんですよね。で、国会の民主的な議論の中で処罰を廃止して、そして地方議会の民主的な議論の中で未成年者の保護を基本的に取り入れようというふうに決まっているのが現在の法律状態です。それを厚生労働省とか裁判所の判断によって入れ墨の処罰を復活させるということができるはずがありません。もしそんなことをすれば、海外で日本の文化を高く評価してくれていた人たちの間からも大きなブーイングが湧き起こる。これは国際問題に発展することと思います。文化的な点だけでなく産業としても大きな問題を提起することになってしまいます。そんな立法者でもない裁判所が判断をするでしょうか。私はこの裁判はもう価値が見えているというふうに思っていますが、気を抜くことなくしっかり、裁判所を説得しつつ、そして問題をより広く社会の人たちにも知ってもらうために証人尋問も頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、証拠の中で高14号証だったと思うんですが、その衛生面のことですね、これ、多分お医者さんですかね、指摘していたと思うんですが、この高14号証の内容とですね、これの、医者の指摘に対する、反論、どのような反論を保されているのかというあたりを教えていただきたいんですが。血液などの管理を誤ればエイズや C 型肝炎などを健康な方へ感染させてしまうというご意見です。で、これに対しては、管理を誤らなければいい。要は針を使い回さない、血液がついたものは使い捨てるということで、しっかりガイドラインに定めてですね、そのマニュアルをちゃんと守れば、それほど危険な行為ではない
というふうに反論をする予定です。あと、血液検査、施術前に、血液検査を行うべきだ、感染症、もし、肝炎等に、罹患した方がいらっしゃるかもしれないので、血液検査を行うべきだということですが、これに対しても血液に対する管理をしっかりですね、ガイドラインに従ってやれば、万が一そういう方がいらっしゃったとしても、感染しないように、マニュアルに従って処理をすればいいというふうに反論する予定です。弁護士の亀石なんですけど、こちらの証人として皮膚科のお医者さんである小野智道先生が6月2日に出廷されるんですけれども、小野先生にも証言をしていただく予定なんですが、確かにその血液を介する異常感染症の危険ですとかいったことはあるにはあるんですが、例えば私たちが今日の証拠調べでご紹介した理容師の国家試験では出血することが前提となっているんですよね。カミソリでカミソリを肌に当てるので出血することがあり得ると。だけどその時のその処置に関しては極めて簡単な、例えば血液がついたところに関しては救急絆創膏を貼るですとか、除菌用ウェットティッシュで拭き取るですとか、理容師さんでもできる処置が定められているわけですよね。だから確かに血液を介在した感染症の危険はある。だけどそれを医者でなくても決められたルールに従って容易に回避することができるっていうことなんです。で今日なぜその理容師の国家試験の内容を証拠調べでご紹介したかっていうと、先ほど高山先生もおっしゃったように世の中にたくさん危険がある行為というのがあって、その中には出血を伴うようなものもあって、だけど医者じゃなくてもこうすれば回避できるっていう方法があればそれで足りるじゃないかということなんですね。ですので、甲14号証を含め今日検察官が取り調べた証拠の中にはたくさん医師の報告書であったりいうものが出ていましたけど、でいろんな危険があるというふうに言ってましたけど、それは医者じゃなくても回避できる程度の危険なんですね。で針を確かに使い回せば当然 C 型肝炎とか HIV とか感染しますが、使い回さなければいいという簡単なその回避方法があるわけですよね。で当然今保理士の方々は全て針を使い捨てにしておりますし、昔のように針を使い回して肝炎に感染したとかいうケースは国民生活センターにそういう健康被害というのは全然寄せられていない。健康被害に関するいろんな検察官は立証していましたけど、何十年も前の症例なんですよね。なのでいろんなこと言ってましたけど、私たちは全然それは何ていうか怖くないというか、簡単に反論ができるというふうに思っています。すみません、読売新聞の黒川と申します。一つお伺いしたいのが、違行為の定義についてこれまでの判例ではどのように判断されてきているんでしょうか。昭和の判例ですが、昭和の判例、昭和30年の、最高裁の判例です。医療についてですね、医行為とは人の疾病の治療を目的とし、医学の専門知識を基礎とする経験と技能等を用いて診断、薬剤の処方または外科的手術を行うことを内容とするものを司証しと判事しています。で昭和48年になって、さらにですね、これ断食道場の入寮者に、入寮の目的とか自分の症状、病歴とかを尋ねた行為、が医師法違反に問われた事件ですが、そういう行為はそれらのものの疾病の治療予防を目的とした診療方法の一種である問診にあたる。で、その原判決を維持しているんですが、その原判決では医業をなすとは
人の疾病の治療予防等を目的とし、医学の専門知識を必要とする診断、薬剤の処方、投与または外科的手術を行うことを内容とする、いわゆる医行為に従事することを強とすることを意味するというふうに判事されています。そしてここまでは、人の疾病の治療とか予防という話が入ってくるんですが、平成9年になって、最高裁がそこの縛りをなくすというか、書いていないのです。そこが、高裁を指示して、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為というふうに、と理解するのが正当というべきだと書いてあるんですね。で、じゃあこれで、人の疾病とか、人の疾病の治療予防を目的を外したのかというところですが、そこは明示されていません。そういう限定をつけるものではなくて、広く返すべきであるなんていう判事はなくて、この事案は、コンタクトレンズの処方をするにあたって検眼とかテスト用のコンタクトレンズの脱着をする行為が、移行に当たるのかということが、争点となっています。だからこれは完全に治療とか、コンタクトを、入れる行為ですから、視力を治すための行為だ、治療目的が当然の前提で、しかも弁護人も争わずに何の争点にもなってないんですね。だからそこについてはただ判事していないだけというふうに我々は理解しています。だから治療目的はいらないなんていう判事はないという理解をしています。毎日放送の梅田と申します。すみません、増田さんに、あたって質問なんですが、改めてなんですが、実際に今日のですね、初公判に、臨む前のお気持ちと、実際に臨んでみてのお気持ちっていうのはどういうものなのかというのを改めて聞かせていただければと思います。はい、裁判に挑む前っていうのは本当に不安であったり、本当に、実際に職がなくなってしまう、今後続けられなくなるんじゃないかっていう思いと、どうしていこうかっていう中で考えた際、自分はこれを好きなことにして仕事にして生きていきたいと思ったからこそ保師をしていましたし、今もそうですし、ずっと続けていきたいという思いがあるからこそ裁判にも至ったわけなんですけども、実際今日裁判を、始まりましたが、本当にでも自分が主張したいことをきっちり伝えれたので、今後も気を引き締めていきながらやっていきたいとは思っております。増田さんに一言ですね、弁護団の方にもお伺いしたいんですけれども、増田さんにはまず今過去の記事では職業デザイナーって書かれていたかと思うんですが、今日職業裁判長が問われて、堀氏でお答えになったその心境の変化がもしあれば教えていただきたいのと、そこに込めた思いを聞かせていただきたいなっていうのが1点、あと弁護団の方にですね、大臣答弁のことを出されてましたけれども、厚生労働省の通達がその財形法定主義とどう位置づけになるのかということと、あと増田さんのようにですね、他の、裁判所で、似たようなケースで争っていらっしゃる方がいるのかというのをご存知だったら教えてください。はい、以前はデザイナーと称して、記事とかにも載せていただきましたが、今もですが、実際にタトゥーの仕事はしておりません。ということで、堀氏という名をちょっと、伏せるといいますか、以前からデザインということもしていたことから、デザイナー業として名前を出していました。今日堀氏と言ったことは、やっぱり今後もずっと続けていきたいという思いと、自分が好きでやってきたからこそという思いで、堀氏ということで伝えさせていただきました。弁護士の亀井氏です。増田さんの裁判以外で、堀氏の方が医師法違反で正式裁判をしたというケースはこれまでにもないですし、今現在もないと思います。通達
達と在刑法定主義の関係については高山先生に説明していただくのが一番分かりやすいんじゃないですかね。中心部分は先ほど三上先生からおっしゃった通りなんですが、通達というのは単に行政機関が自分の解釈を述べているだけで、厚生労働大臣もちらごと言ってましたよね。拘束力があるものではないんです。そして、じゃあ最高裁がどのように理解しているかということについては先ほどご説明がありました通りですから、治療目的がいる、医療という行為という言葉の意味からしても当然のことだろうと思います。あと健康指導なども入りますけれども、とにかくそのお医者さんがすることが想定されるような行為であるということを判例は言っているわけですね。そしてその平成9年は特にその目的などについて言及していませんが、前の判断を変えますという判事はしていませんので、前の最高裁の判断はそのまま残っていると考えられます。さて、その厚生労働省の解釈はどう見ても広すぎるんですよね。先ほど私も申しましたように、危険がある行為、危害が及ぶ行為っていうのはいっぱいあるわけでして、それがその全て違行為に当てはまるというのはナンセンスでございますので、ここはその厚生労働省の解釈を、警察は使っているかもしれませんけれども、最高裁の判例に従った場合も当てはまりませんし、またその違行為という意という言葉の日常用語的可能な言葉の意味の範囲を考えた場合でもこれは当てはまらないので、事実上その行政機関とか警察とかがこれに基づいて取り締まりとか規制とかを行っているかもしれないけれども、それは本当は法律の根拠がないものであって裁判所も認めていないということになると思います。事実上その規制が行われてしまっているけれども、これを正しく直す必要があって、それが今裁判所に期待されていることだと思います。増田さんにお伺いしたいんですが、増田さん昨年、確か昨年だったと思うんですが、署名を含めてですね、提出をされました。で改めてですね、この質に関しては、例えばどのような制度を設けるべきなのか、そしてそれに向けてですね、今後、例えばどのような活動を続けていくというふうにお考えなのか、そのあたりをですね、お伺いしたいと思います。はい、この裁判を起こすと同時に、今日お集まりいただいた方々で傍聴席にも来ていただいている方もご存知かと思いますが、セーブタトゥーイングということを同時に立ち上げました。この裁判を支援していくと同時に法整備をしていかないといけないということで、並行しながら、ここまで1年半ほど活動してきました。今回摘発が起こった以上は、やっぱり海外と同様に日本に特化したガイドラインであったり、届け出制、認可制というような基準を基づいてやっていけば、安心で安全な環境で堀師も仕事をして、お客さんも安全に堀師を選べるんじゃないかっていう、なおかつタトゥーカルチャーを楽しんでいけるんじゃないかと思っているので、そういった中で業界である自分たちも含め議論していく場を、今後はセーブタトゥーイングがそういった場を作りながら活動していかないといけないのかなと思っています。具体的に何かこう、はい。改めて署名を集めるとか、はい。具体的に計画されていることはありますか？その署名を集めている段階ではあるんですけども、法整備に関してはちょっとお話しすることができないっていうところがあるんですけども、まだすいません、吉田先生から少し。弁護士の石田です。私、東京にいるんですけども、集めた署名は国会議員に提出しまして、それは何のためかというと、そういうガイドラインを作ったりですとか、塩崎大臣も言ってましたが、議論を深めると、そのための議論を国会でやってほしいというロビー活動の一環だと伝えています。で、今後もそういうロビー活動を続けて、具体的には議員さんの間での勉強会を開くだとか、
そういったことで、理解を深めていただきたいと思っています。まだこれからスタートというところではあります。朝日新聞の看板です。利用者のやつについての知の扱いっていうのでさっき分かったんですけど、勉強ですよね。医師試験についていろいろなんか証拠のところで説明されてたと思うんですけど、あれはなんかどういう狙いかっていうことだったのかちょっとお伺いして結局医師試験はあまりにもそのタトゥーを彫ることと関係ないことが多すぎるじゃないかと。要はタトゥーを彫るには感染症の危険であったり、あと皮膚科の知識であったり、そういうもので済むはずなのに、救急救命医療であったり、脳外科の話、消化器科とか小児科とか産婦人科、そんなの全然タトゥーにも彫るにも関係ありませんよね。だから、そんなことまで幅広く、しかも専門的に、しかも臨床のちゃんと臨床までして、現場を体験してこなあかんという試験問題なんですね。あれちゃんと現場を体験してそれを学べば答えれるはずだみたいなことが、出題趣旨に書いてあるんですけど、そこまでタトゥーの人たちがしなあかんのかと、堀さんがという趣旨で、出させていただいています。もう一個だけ爪がっていうなんか危ないんじゃないかみたいなのがありましたけど、あの辺はもう他にも危ないことあるんだよというそういう意味なんですか？そうですね。あれによってもいろいろ感染症の被害だってありますし、パイオネットとかにも健康被害が、報告されていたりするんですね。だけどあれについては特に法的な規制をしていなくて、独自の業界基準で、行われている。それに追随して厚生労働省がガイドラインを定めているという状況なので、同種の危険とまでは言いませんけれども、そういう規制の方法があってもいいんじゃないかという趣旨です。憲法22条の職業の自由との関係なんですよね。私たち医師免許を要求することは職業の自由に対する、制約で違憲だというふうに言ってるんですけど、やっぱりその職業の自由を制約するには目的にかまった最小限の制約ではなくてはいけないということになっていて、例えばネイリストだってたくさんその苦情が寄せられていて、タトゥーの彫り師に比べてずっと多いわけですよ、苦情に関して言えば。それから美容師だって出血を伴って感染症の危険があるわけです。にもかかわらず、美容師は国家資格ってなってますけど、見ていただいたようにテストはめっちゃ簡単です。全員満点が取れるテストですって書いてあるぐらいなんですよ。でネイリストに至っては国家資格にすらなっていないガイドライン、それと民間団体の資格でやってるわけです。だからいろんなありとあらゆる危険のある行為なんだけれども、それに見合った職業に対する規制でないといけないってところが憲法の職業の自由との関係で問題になってくるということでしょうか。一旦時間が参りますので、この辺りでマスコミの皆様からのご質問については締め切らせていただきたいと思います。続きまして、今回の裁判をご支援いただいているセーブタトゥーインジャパン、ここから本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。私たちセーブタトゥーイングは、増田大樹さんの、事件をきっかけにタトゥー譲りの法整備活動を目的に活動を、行っています。いろいろと増田君の事件があった際に感じる部分、集まって考えたことというのはあるんですけれども、やはり一番の、この活動を行った、目的、モチベーションのですかねっていうのは、やっぱり今日の裁判でも、少し検察の方ですかねおっしゃってたんですけど、入れ墨を彫るという行為を犯行という表現をされてたわけですよね。これっていうのはやっぱり体に、一生消えない絵を描くわけですから、愛好者と堀さんというのは特別な絆で結ばれているわけです。なので、その堀さんが犯罪者となるっていうことは、やっぱり自分自身も犯罪者になってしまうんじゃないかっていう、
そういったような悔しさがありました。ではなぜそもそもこういったことになってしまったのか。やはり日本にタトゥーを入れずに特化したルールがないこと、これがもうそもそもの原因であると考えました。ですので、私たちは、増田大樹さんのお客さんや、友人の保護者たちを中心に活動を始めました。で本日、行われた、タトゥー裁判の支援を行う理由というのも、やはり、法整備活動に強く影響してくるので支援を行っています。で今までの活動の内容なんですけれども、本日の裁判の支援活動、主に世論に対して呼びかけであったりだとか、金銭的な支援をさせていただいています。であと、東京、大阪、九州で、開催しましたタトゥー入れ墨事業者向けに法整備について考えるというテーマでシンポジウムであったりだとか、あと一般の愛好者の方であったりだとか、著名人の方を集めてエクスプレッションズという音楽イベントを行いました。そちらの結果としては本日、裁判の方は無事始まりましたし、でこれまでのシンポジウムについても今日の傍聴に来ていただいている方の中には遠くは九州から、来られている方もいますし、そういった意味で、議論を重ねたことによって、法整備に向けての熱量っていうのが高まったのではないのかなというふうには、感じております。で音楽イベントの方も年末開催させてもらったイベントにおきましては500名以上の動員に成功しましたので、世論に対して大きくこういった問題が今、あるぞということは広めることができたのかなと思っております。で先ほど、増田の方と、吉田先生の方とお話しさせてもらったんですけども、国会のロビーイングですね、民進党の葛飾議員の紹介議員として、請願書面の方を提出させてもらいました。残念ながらこちらの書面についてはまだ議会のテーブルにすら上がってない状態ではありますけども、その他のやっぱり、議員の方にも、陳情の方を行っています。で陳情を行って、感触なんですけども、やっぱり実際入れ墨タトゥーに関心のある方にとっては十分な情報っていうのは、回ってるんですけども、そうでない方に関してはやはりタトゥー入れ墨に対しての知識っていうのはもう10年以上前の認識で判断を行っているっていう、感想です。ですので、やっぱりインバウンド的な側面、海外、日本に、日本が誇る、世界が認める、タトゥーカルチャーなので、ジャパニーズスタイルなので、そういった側面であったりだとか、現状の、タトゥーのニーズというのをきちんと説明させてもらいましたら、前向きなお言葉を頂戴、いただいております。でそれに伴って近くまた衆院内で、議員先生の勉強会も開催される予定になっていますので、こちらの方も順調には進んでいっております。では先にも述べましたけれども、そもそもやっぱり入れ墨やタトゥーに興味や関心のない方にとっては現在の実情というのがよく理解されてません。今後ますますシンポジウムやイベント等を行って、この問題に関心のある人たちからの発信をより活発に行っていくこと、入れ墨タトゥーの実情っていうのを、今の時代っていうのはこういうスタイルなんだよっていうことをきちんと発信していくことが、法整備に向けて重要になってくるのではないのかなというふうに考えております。でそういった意味でもこれは必ずしも弊害だけが受け皿になるっていう必要はないんですけれども、そういった、情報を発信できる業界団体というものも必要だと思いますので、今後、そういった内容のイベントだったりだとか、今日関係者の方もいっぱい来てますので、シンポジウムがありましたら積極的にご参加くださることで議論を深めるという形で支援をしていただくことと、署名の方も今後また院内の勉強会に進み再度署名が提出となった場合にスムーズに対応できるように周囲の方々に請願書面の呼びかけの方もよろしくお願いします。で繰り返しになりますけれども、やっぱり今の実情っていうのが、広く認知されていない、海外からもすごく日本のタトゥーというのはニーズがありますし、そういったことが全然全く認知されてないっていうのがそもそもの問題だと思いますので、ですからやっぱり国会でも話をさせてもらったんですけれども、
きちんと実情を説明すれば受け入れてくれるだけの余地っていうのは十分にあるというふうには僕らは感じております。ですので、どんどんと関係者の方は情報発信というのを行っていってもらうことをお願いいたします。あとはすいません、そうですね、以上になります。全国には3000人保護者の方がいらっしゃると思うそうなんですが、これ、司法違反やったら一斉摘発できますよね。でなぜこの時期に、そういうことになったのか、略式命令から裁判になったのか、でまた、これね、もし試験するんですけど、なぜ増田さんだけがこうなったんですか、もしそういうことのなんか事情があれば、ご説明お伺いしたいんですが、申し訳ないですけど、申し訳ないですが。大阪府警が平成27年の春頃から急に堀市の方々に対して医師法違反での捜査を始めたんですね。それまでは堀市に医師法違反が適用されたケースって3件しかなかったんですね。今日の証拠調べで紹介した平成22年の2件と平成27年の1件、合計で3件だけなんですよ。で全て暴力団幹部である堀市であったりとか、お客さんのほとんどが暴力団であったりとか、暴力団絡みなんですね。しかも3件とも不起訴で終わっています。ところが大阪府警は平成27年の春から全く暴力団と関係のない堀市というよりもタトゥーアーティストって呼ばれるような有名なタトゥーショップを摘発したりですとか、タトゥーショップ以外でも増田大樹さんみたいな、一人でやっておられるタトゥーアーティストの人たちを在宅で調べ始めたんですね。そしてその人たちを逮捕勾留までして略式命令で罰金を払わせるということをどんどんやり始めたんです。でその中の一人が増田大樹さんだったんですね。で一発目なので略式命令で罰金なんですよ。で皆さんは罰金払って終わらせてる方がほとんどというか、増田大樹さん以外全員そうなんです。増田大樹さんはここで罰金払ってこれが違法だっていうことを認めてしまっていいのかっていうことでやっぱり争ってその医師法違反だということを認めさせない方向で裁判をやっていかないといけないんじゃないかということで正式裁判を請求したんです。略式命令を受けてもそれに不服があれば2週間以内に正式裁判の請求ができるんですね。でその正式裁判請求するとこういったような公開の法廷で裁判が開かれるっていう流れになるんですね。それをされたのが増田大樹さんだけだったっていうことなんです。で実際増田大樹さんが正式裁判請求された後は大阪府警の摘発っていうのは事実上ストップしている状況です。大阪府警がなぜ平成27年の春から急に摘発を始めたかの理由なんですけど、これははっきり言ってよくわからないんですよ。だけど大阪府警って時々そういう変なことをしだすんですね。そのお二人前にいらっしゃる、中崎町のクラブヌーンの元経営者の金光さんヌーンも風営法適用されて無許可営業だって言って摘発されましたけれども、あの時も大阪府警は急に、昭和23年にできた風営法をいきなり踊る方のクラブに適用して風俗営業だと、だから許可もなく営業するなと言って逮捕・勾留されたわけです。そういうふうに何を思ったか知らないけど急にそういうことをするっていうのがありまして、そのトップの人のさじ加減というか実績作りなのか何かその理由はよくわからないんですけど、時々そういう変なことをやる。で私はその金光さんの裁判の時にも関わったので、はい、今回のことを知ってまただよって思ったんですよ。今度は堀市かと思って大阪府警またやってきたなって思いました。私はタトゥーが好きで実際自分も入れたりしてるんですが、検察側の方のご意見で、タトゥーのインクに例えば赤とかに水銀が入っているものがあるという主張があったんですが、私が調べた限りだと戦前戦中に使われていたものの中に物資が少ない時代にそういうものがあったっていうような記録が残ってるんですが、今現在そういったものを使ってるっていうものが、世界中どこ探してもないんですよね。で今現在使われているインクと、全く違う健康被害っていうものを、
主張されて危ないっていうことを言われたのを聞いてすごい驚いたんですけれども、タトゥーが好きな人なら多分今のインクっていうのはそういうものではないというのが分かるんですが、今日初めて裁判を見てそういうものが使われてるんだなって誤解を招くような、健康被害っていうものが向こうから主張されてたんですけれども、それに関しては今後弁護団の方とかは反論を用意していく準備とかはありますでしょうか。すみません、弁護士の白井です。そのインクに過去に純金属類が入っていたっていうケースは症例として報告されていますので、それはそれでしゃあないなと思ってるんですけど、今は流通しているインクに入ってないっていうふうに言われています。ただ、入っていないことを証明できるのかというと、すべてのインクを、全部調べて、純金属入ってませんよって立証するのかというと、それは難しいんです。で、検察官の方も別に入ってるっていうふうに言ってるんじゃなくて、入っている可能性のあるっていう言い方だったんですね、今日は。だから過去に入ったでしょと。で、今入ってないって保証はないでしょ。だから危険性あるでしょって言ってるんですけど、今流通してるやつには、もう重金属入ってないというふうになってますと、それ常識ですっていうふうな話は、この先生にも言ってもらいますし、向こうの出してきた証拠の中にも論文にもそういうふうに書いていますので、それは十分に反論付けと考えております。インクの成分の中に重金属が入っていたら、例えば金属アレルギーになったりとか、あるいは、肉芽腫とかの危険があるという将来報告があるんですけど、その危険っていうのは要は重金属が入っていないインクを使えばいいというだけじゃないですか。それって医者じゃなくてもできるわけですよね。そうすればいいだけなんですよ。そういう意味でも医者がやる必要はないっていうふうに言えると思います。今日皆さんそれぞれでこんなに弁護士いる中で相手側の検察は1人だけだったんですが、これについては何か意味があるんですかね。いや、特に意味はないと思うんですけど、そんなになんというか力を入れてないですか力を入れてないのかもしれないです。もしかしたらやっちゃったのかな、そんなことないそんなことないですだけど僕らの温度差すごい感じたと思うんですけど、向こうは本当にお役所仕事でも読むのもバーッとさーっと読んでいるだけですし、特に証拠を傍聴人の方に分かってもらおうという感じもない。ああいう態度は本当に今回の起訴であったり一連の態度であったり、そういうのに現れていて、別に俺らの言うことはこうなんだから別にお前ら分からなくてもいいっていう態度なんじゃないかなと僕は個人的には思いました。弁護士の川上です。その点に関してなんですけれども、日本の刑事裁判は検察官が有罪を立証しない限り無罪にしないといけないんですけれども、検察官のこの裁判における有罪のための立証というのは、今日はしょって読み上げた書面につきます。この後の裁判の日程を先ほどご表示しましたけれども、ここからは弁護側がいろんな方にお話を聞いて、意見を裁判所にぶつけていくという場になります。それだけ見てもですね、この裁判に臨む姿勢というのが現れているのではないかと思いますし、ぜひ今日は初回で少し分かりにくいところもあったかもしれないですけれども、皆さんが関心を持っているということを裁判官に分かってもらうためにも、今後の弁護側立証の場に足を運んでいただきたいなと思います。クラブヌーンの風営法違反事件の時も同じだったんですけど、私たちが憲法違反とか主張してもう必死に争って弁護人が10人以上いて全力で向かっていってるのに、検察側は1人か2人なんです。で、今日みたいなお役所仕事なんです。それはお前らの設定した土俵になんか乗らないよっていう、もうなんか相手にしないよっていう態度なんですよね。なんかそれがまず腹立ちますよねすごいなんかもう堀さんたちのこれからがかかってる大事な裁判だと私たち考えているのに、あの態度なんかその時点ですごい腹立つし、私たちはこれからも全力で向かっていこうと思って